アダルト・チルドレンの特徴の一つでもある、小さい頃に愛されなかったために心が成長していないなどは、自分のせいではありません。アダルト・チルドレンは自己蔑視すべき人ではなくて、苦労を強いられながらも頑張っている人たちです。でも、心が成長していない人の要求、自分だけは楽をしたい。自分だけは絶対に負担を負わないという生き方は、他の人から見ると、あの人は虫が良すぎる要求をしておきながら、それが通らないと言って怒っていると感じます。自己否定をする必要はありませんが、このことを知っておくことは大切です。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アドラーの有名な言葉に、すべての悩みは対人関係の悩みであるというのがあります。だとしたら、人間関係がうまくいかないと人生は悩みばかりでとても辛くなります。そして、アダルト・チルドレンは人間関係がうまくいかない人が多いです。それは、機能不全家族で育っているので、心が成長できていなかったり、認知の歪みができていたり、無意識に問題があったり、人の気持ちがわからなかったりするからです。そして、アダルト・チルドレンは自分にどのような問題点があるのかに気づいていない人が多いです。だから、出口のないトンネルにいるように感じてしまうのですが、今人間関係が難しくても、一生人間関係がうまくいかないというわけではありません。うまくいかない自分の問題点が分かれば、どこを気をつければいいのか、何をワークしていけばいいのかということも分かり、直していくことができます。人生はそんなに辛いものではありません。アダルト・チルドレンでも人間関係がうまくいくようになれば、それなりに楽しく生きていけるようになります。今日はアダルト・チルドレンが人間関係をそれなりにこなし、地獄から抜け出せるようになるように、人間関係をこじらす4つの要素を紹介します。人によって当てはまるものと当てはまらないものとありますので、自分に当てはまるかどうか考えながら見てください。1、渇望と幼児性の問題。2、認知の歪みの問題。3、無意識の問題。4、人の気持ちがわからない問題。5、どうすればいいかという対策。6、ポイントの振り返りと補足。7、すぐにできること。このような順番で話します。人間をこじらす原因1つ目は渇望と幼児性です。アダルト・チルドレンは十分に愛されずに育っている人が多いので、心が成長できていなくて幼児性を残している人が多いです。このような人は小さい頃に満たされなかったどっぷり愛されたい、完全に自分の欲求が満たされるように世話してもらいたい、認めてもらいたいなどの欲求が大人になっても強く残っています。でも、そのような強い欲求が自分にあるとは気づいていない人が多いです。気づいていなくても、子供の頃からの渇望は無意識下からものすごい力で働きかけてきます。例えば、意識の上では自分もみんなのように普通に愛されたいと思っているだけと思っていますが、無意識では小さい子供が愛のある親からどっぷり愛されるような、そんな愛され方を望んでいたりします。
だから普通に愛されただけでは不満なんです。相手は相手のできる範囲で何かをしてくれていても、それしかしてくれないと不満になります。恋人は忙しいながらも1時間時間を作ってくれたとします。1時間だけで帰ったと不満になるなどがそれです。次に、完全に自分の欲求が満たされるように世話してもらいたいという感じ方です。根っこにこれがあるので、出方はいろいろです。例えば、人間関係の問題が起こると、自分が変わろうとするのではなく、あなたが変われという感じ方をします。別の出方は、あまり親しくない人に死にたいですのような深刻な相談をしたり、人間関係の距離感が遠い人に家族にお願いするようなことをお願いしたりするかもしれません。あるいは自分で調べたり勉強したりは一切せずに、1から10まで全部教えてというようなお願いをするかもしれません。他にも誰かがしなければいけない仕事をみんな少しずつやっているのに、自分だけは絶対にしないとか、楽しよう楽しようとするかもしれません。いくつか出しましたが、このようになるのは気づいていなくても、自分は完全に欲求が満たされるように世話してもらうべきだという感じ方が無意識にあるということです。無意識だからなかなか気づかないということです。認めてもらいたいという欲求も渇望している人ほど強くなりすぎて嫌われてしまう人もいます。例えば、相手の興味や気持ちを考えずに自分の自慢話や武勇伝を延々と話すなどがそれです。あるいは認められたいがために話を持ったり、いい人のふりをしたり、嘘を言ったりするかもしれません。またこのようなどっぷり愛されたい、完全に自分の欲求が満たされるように世話してもらいたい、認めてもらいたいなどの欲求が強いということは、心が成長できていないことが多いですが、心が成長している人と成長していない人とでは、人間関係の忍耐力が全然違います。心が成長している人は、例えば恋人がリストラにあったなどで、心理状態がおかしくなってイライラしているとします。そこで恋人に怒鳴られたとします。人間関係の忍耐力がある人は、だからといってすぐに愛想を尽かしません。これは一時的なことだろうと考えられます。でも、幼児性を残している人は、愛されたいが強いので、強いというか必要になりすぎているので、落ち込んでいる恋人に優しくするというようなことができません。あなたが変われという感じ方をします。依存心が強くて別れられないということはあっても、愛情でつながっているのではなくて、多くの場合、相手を憎みながらつながり続けることになります。いずれにしても、渇望しているものを満たそうとする欲求は、とてつもなく大きなものです。そこで何が何でも満たそうとしますが、これは他の人にとっては強引に感じます。大抵、あの人は強引に自分の欲求だけを通していると思われてしまいます。人間関係をこじらす原因の2つ目は認知の歪みです。例えば、アダルトチルドレンは、私は望まれていない。私はつまらない存在なので人をがっかりさせる。何かメリットがない限り私を愛してくれる人などいない。
と自分を卑下していることが多いです。これらは自分にネガティブなレッテルを貼っていたり、ネガティブなことを拡大していたり、過度な一般化をしすぎていたりなどの認知の歪みがあるということです。そして自分を卑下していると、相手に過度に依存したり、周りにお願いができなくなったり、不本意ながら周りに服従して生きるようになるかもしれません。こうなると、いじけて萎縮するだけではなく、人を信じられなくなったり、被害者意識を持ちやすくなったり、自己防衛が強くなって人を疑ったり、過度に警戒するようになったりします。例えば相談に乗ってもらっても、自分が大切にされるわけがないから相手は本気じゃない。このように感じるかもしれません。あるいは好意的な言葉をかけられても、どうせお世辞だろう。これは本心じゃない。と感じやすいです。他にも自分を卑下していると、ネガティブなことを拡大解釈してしまいがちです。恋人にそういうところがちょっと嫌いと言われると、まるで別れたいと思われているのではないかと拡大解釈してしまいます。また自分を卑下して自己否定をしていると、何でもかんでも自分のせいだと感じることにもつながります。飲み会が盛り上がらなかったら自分がいたからだ。みんなが急に静かになったら自分が来たからだ。友達の機嫌が悪いのを全部自分が悪いからだ。このような感じ方です。このような歪みがあると、本人はもちろん辛いですが、相手にしてみても疑われたり、過度に警戒されたり、心配されたりして距離を取られているということです。他にもアダルトチルドレンは白黒思考になることが多いです。例えば恋人は全体としては優しくていい人なのに、一つだけ欠点があると、その悪いところだけしか見ずに、この人は嫌いと別れてしまうかもしれません。この思考の人は白か黒なんです。中間がないんです。中間がないから一つ欠点があるだけで嫌な人になってしまいます。いろいろ見てきましたが、このようなことから認知の歪みがあると人間関係はこじれやすいです。人間関係をこじらす原因の3つ目は無意識の問題です。アダルトチルドレンは憎しみや心の傷を無意識に抑圧していることが多いですが、無意識に憎しみや心の傷があると人間関係をこじらす原因になります。例えば小さい頃から憎しみをためるような環境で育ってきた人は、不満をその場で言えないパーソナリティになっていることが多いです。そこで小さい頃からの憎しみは大人になってもどんどん溜めていき、ギリギリまで我慢して、でも怒りが抑えられなくなった瞬間に爆発してしまうかもしれません。あるいは小さい頃にされ続けたひどい仕打ちを思い起こすような、似たようなひどい仕打ちをされると、小さい頃の心の傷が刺激されて、その場に合わないほどの爆発的な対応をしてしまうかもしれません。この時に本人は本当に深く傷つき、激しい怒りや恐怖を感じているので、自分が怒るのは当たり前のように感じているのですが、相手にしてみたらちょっと触れただけなのに、ものすごくキレられたように感じます。また、ここまで爆発はしない人もいますが、そのような人でも顔の表情やちょっとした態度に
怒りや憎しみが出ていることが多いです。他にも無意識に憎しみがあると、意識では仲直りしたいと思っていても、無意識では許したくないと思っているかもしれません。すると、言葉と態度が一致せずに、相手を傷つけることをしている可能性があります。このように無意識に憎しみや心の傷があると、人間関係はこじれます。人間関係をこじらす原因の4つ目は、人の気持ちがわからないです。人の気持ちがわからないというのは、人を見る目がないということでもあります。同僚が依存心が強くいい人と思ってもらいたいので、こちらにありがた迷惑をしてくるとします。このように病的に依存心が強い人は、ありがた迷惑をして見返りを要求してくることがあります。そんなことしないでいいですよと言っているのに、半ば強引にしてきます。ありがた迷惑だけど、勝手にしてくれるのだからさせておいたら、こっちが何もお返しをしないので、相手は急に不機嫌になりだしたとします。この例のように、人の考えていることがわからないとトラブルは起こりやすくなります。他にも転職をしたとします。前の会社ではできる方だったし、前と同じ業界内での転職なので、自分は最初から戦力になると思っていて、自分をすごい人と思っているとします。でも相手は相手で、こちらのことをうちの会社のやり方を何も分かっていないようだから、自分が育ててあげようと思っているというようなことがあります。このようにお互いが自分の方が上だと思っているようなすれ違いがあると、近いうちにトラブルが起こります。また相手の気持ちがわからないと、トラブルが起きた後の仲直りにも支障が出ます。例えば恋人に攻撃されたけど、恋人は小さい頃から渇望している愛情と承認を求めすぎていて、その結果攻撃してきたんだなと分かっているのと、憎しみから攻撃されたと思うのでは、仲直りの可能性に差が出ます。他にも人の気持ちが分からなければ誤解が絶えません。例えば恋人は冗談で、また遅刻かよと言っただけなのに、冗談だということが分からずに、それを深刻に捉え、本気で嫌われていると思い込むとか、友達に恋人の写真を見せたら笑いながら、あなたにお似合いねと言われると、それを皮肉を言われたとネガティブに解釈するとか、グループ LINE で既読スルーされると、みんな自分に興味がない、無視されていると感じ、連絡を控えてしまうというようなことが起こるかもしれません。これでは人間関係はこじれやすくなります。ではどうすればいいかという対策です。幼児性の問題は時間をかけて心を成長させていく必要があります。成長させるには、まず自分がどのような症状なのかを知る必要があります。自分はかなり依存心が強いな。自分は相手を幸せにしたいのではなくて、自分が愛されたいという気持ちしかないな。自分は自分の欲求が完全に満たされないと怒りを感じているな。自分は人間関係の距離感が遠い人にまで、ああしてこうしてが出ているな。自分は
1から10まで手取り足取りしてもらおうとしているな。自分は自分だけ得しようとしているな。このようなことがあるのであれば、それを認めることがとても大事です。気づいていないとき、認めていないときは、自分の欲求を強引に通そうとしますが、自分の欲求を強引に通したときは、相手が不満になっています。だから自分の欲求だけを強引に通すのではなく、ギブアンドテイクを意識する必要があります。このようなことを考えられたり、認めたくないことを認められれば、今後はそのようなことは少しずつ抑えていこうと思えますが、認めていないときは、無意識で同じことを何度も繰り返します。また、心は時間をかけて成長していく必要があります。依存心の直し方や心の育て方は、アダルト・チルドレンの依存心直し方、アダルト・チルドレンの直し方、心の育て方編などの動画を参考にしてください。認知の歪みの問題はいろいろありますが、自己肯定感を高める努力も大切です。自己肯定感が高まると、人を信じやすくなったり、過度な自己防衛をする必要がなくなったりもします。そこで、好意的な言葉をかけてもらったときに、どうせお世辞だろう、本心じゃないというような感じ方ではなく、言葉通りの意味で受け取れるようになっていきます。また、ネガティブ寄りに拡大解釈したり、何でもかんでも自分のせいだというような感じ方も修正しやすくなります。他の認知の歪みも、まずは自分にどのような認知の歪みがあるのかを知ることが大切です。それを理解していれば、こうに決まっていると思ったときに、本当にそうなのかなと思い返すことができるようになります。でも、なかなか自分のことだとわかりません。本や動画で学ぶのもいいのですが、可能であれば信頼できる第三者に教えてもらうのもとてもいい方法です。無意識の問題も憎しみがあるならあるで気づくことが大きな一歩です。自分は憎しみを抑圧していると分かっていれば、相手に激しい怒りを感じたときに、この怒りは小さい頃から溜めている憎しみのせいだと考えることができ、相手への怒りを制御しやすくなります。また、憎しみを抑圧している人は、人間関係の修復をしたいと言いながら、無意識では相手を懲らしめたいと思っているようなことがあります。このような問題も、自分の憎しみに気づいて自分の本心に気づければ改善しやすくなります。憎しみだけではなく、心の傷に気づくことも大切です。こういう時はいつも激しく傷つく。こういう時にいつも激しい怒りになる。こういう時にいつもどん底まで落ち込む。このような自分の共通点を見つけられると、その対処がしやすくなります。あるいは激しく傷ついたり怒りになった時に、自分にどのような心の傷があったらこのような感情になるのかと、時間をかけてじっくり考えてみることもいい方法です。時間をかけてじっくりと言ったのは、そうしないとなかなか気づかないからです。人の気持ちがわからない問題は、会話の中で相手が、昨日はこれこういうことがあったと言ったら、その時どう思ったの
と相手の気持ちを聞いたり、あるいはその時の相手の気持ちを予想して、その時こういう気持ちだったんじゃないの？私ならこういう気持ちになるもん。と、それとなく聞くのも一つの方法です。内容を聞くのではなく、気持ちを聞くのがポイントです。このように聞くことで答え合わせができるし、何よりアダルトチルドレンは相手の気持ちに無関心な人が多いです。でもこのように相手の気持ちを聞こうとすると、相手の気持ちにスポットライトが当たります。これが大きいです。ではポイントを振り返りながら補足します。アダルトチルドレンが人間関係をこじらす原因はたくさんありますが、この動画では渇望と幼児性の問題、認知の歪みの問題、無意識の問題、人の気持ちがわからない問題を取り上げました。渇望と幼児性の問題は、例えば機能不全家族で育った人は、人間なら誰もが持つ愛されたい、大切に扱ってほしい、認めてほしいなどの欲求が満たされていない人が多いです。なので、それらの欲求を大人になっても渇望しているかもしれません。そこで気づいていなくても、愛情を求めすぎていたり、誰かに病的に依存していたり、強い承認欲求に操られているかもしれません。そしてこのような人は心が成長していないことが多いです。するとどうなるかということです。渇望しているのだから、過度に自分の欲求を満たしてもらうことを要求しすぎます。そして幼児性が残っているので、自分が依存しすぎているのに、それも依存するのはおかしい人にまで境界線を無視して相手をコントロールしようとしたりしているのに、自分の欲求が満たされないと怒りになります。他にも社会で生きていれば誰もが少しずつ我慢をして生きています。でも幼児性を残している人は無意識の前提で自分だけは負担を一切背負わない状況や、自分だけは我慢をしないでいい状況を激しく要求しています。それでいて、自分だけがこのような特別な世界を要求していることには気づいていません。だから、ちょっと我慢しなければいけなくなると、ものすごく腹が立ちます。そしてその我慢を押し付けた人を激しく憎みます。アダルトチルドレンの特徴の一つでもある、小さい頃に愛されなかったために心が成長していないなどは自分のせいではありません。アダルトチルドレンは自己蔑視すべき人ではなくて、苦労を強いられながらも頑張っている人たちです。でも心が成長していない人の要求、自分だけは楽をしたい、自分だけは絶対に負担を負わないという生き方は、他の人から見ると、あの人は虫が良すぎる要求をしておきながら、それが通らないと言って怒っていると感じます。自己否定をする必要はありませんが、このことを知っておくことは大切です。あるいは、小さい頃から全く満たされていない承認欲求を満たすために、同情集めや過度な自慢話やマウント取りなどをする人も出てきます。このようなことから渇望しているものがあったり、幼児性を残している人は人間関係をこじらすことが多いです。次に認知の歪みの問題です。
アダルトチルドレンは自己肯定感が低い人が多いですが、自己肯定感が低かったり、自己否定をしていると、認知の歪みもできやすくなります。そこで、人を信じられなくなったり、被害者意識を持ちやすくなったり、ネガティブに解釈して傷つきやすくなったりします。だから傷つかないように自己防衛が強くなって、人を疑ったり、過度に警戒するようになったりもします。例えば、誰かに意見を反対されたら、過剰に反応して強い口調で言い返す人がいます。これなんかも被害者意識が強くて、他人が自分の味方だということが信じられないから起こります。あるいは他人と会話するときに緊張しすぎて本来の自分を見せられないという人もいます。これも人の普通の優しさを信じられないということです。他にも失いたくない関係なのに相手から返答がないとそのまま放置してフェードアウトしてしまう人がいます。これも相手を信用できないので、相手も自分と親しくなりたい、仲直りしたいと思っているかもしれないとは思えないんです。放置していると相手はこちらに興味がないのだろう、嫌いなんだろうと受け取るかもしれません。次は無意識の問題です。アダルトチルドレンは無意識に問題を抱えている人も多いです。人は無意識に抑圧している憎しみや心の傷や恐怖があると、それらに言動を支配されることがあります。例えば、意識では子供に優しくしようと思っているのに怒鳴ってしまう。意識では挑戦しようと思っているのにできない。意識では親しくなりたいと思っているのに親しくなる機会を避けてしまう。意識では仲直りしたいのにできない。このようなことが起こるかもしれません。あるいは、されたことと釣り合わないほどの怒りが爆発したり、されたことと釣り合わないほどひどく傷ついたりします。でも本人は釣り合っていないことにはなかなか気づきません。激しい怒りになった時やひどく傷ついた時は、自分は今なんでこのような激しい感情になったのか、心の底に何があったらこんなに激しい気持ちになるのかと考えてみることが大切です。次に人の気持ちがわからない問題です。アダルトチルドレンは自己評価が低く自分を恥ずかしく感じたり、周りに責められるように感じたり、人が怖く感じたりすることが多いので、恥をかかないように、傷つかないように自己防衛が強くなる人が多いです。こうなると自分を守ることに必死で人に関心がいきません。そこで人の気持ちには興味がなくなり、人の気持ちが全くわからなくなることが多いです。そこである人は相手がつまらなそうにしていても気づかないで、一方通行の自分の話ばかりをします。また別のある人はデート中に恋人の表情や不機嫌の理由に気づけずにそのままにしてトラブルを大きくしてしまうかもしれません。また別のある人は太ってるということが地雷の人に最近太ったんじゃない？ドラえもんみたいだよと言うかもしれません。すると相手は不機嫌になりますが、なんで相手が不機嫌なのかが理解できません。人の気持ちがわからない人は、自分が先に相手を傷つけておきながら、相手の態度に不満になって逆に相手に怒りを感じている
というようなことがあります。当てはまる方は、相手に関心を持つことが大切です。相手に関心を持つために、相手の表情や仕草を観察する習慣をつけることも良い方法です。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、今までのトラブルを考えてみようです。今までにあった人間関係のトラブルを一つずつ書いてみて、それは何が原因だったのか、渇望と幼児性か、認知の歪みか、無意識にあるものか、人の気持ちがわからないことから来たものか、などを考えてみてください。自分の問題点がわかることがとても大きな一歩です。この動画では、アダルト・チルドレンが人間関係をこじらす原因として、幼児性を残している問題、認知の歪みの問題、無意識の問題、人の気持ちがわからない問題を取り上げました。当てはまる方は、これらを時間をかけて克服していく必要があります。つまり、心が未成熟だと思う方は、心を成長させて依存心を克服する必要があります。これは、甘えや依存心を克服しようという再生リストがあります。認知の歪みがある方は、自己肯定感を高めて認知の歪みを直す必要があります。これは自己肯定感を高めようやアダルト・チルドレンの認知の歪みという再生リストがあります。無意識に問題がある方は、無意識にある憎しみや心の傷を意識化して処理する必要があります。これはアダルト・チルドレンの克服に必須、憎しみの処理という動画があります。人の気持ちの理解力やコミュニケーション能力をつけることも必要です。これはアダルト・チルドレン用人間関係の築き方という再生リストがあります。よかったらこれらもご覧になってみてください。それぞれの動画や再生リストは概要欄にリンクを貼っておきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。